こんにちは、キャロルです。今日私は道後温泉に来ています。私の後ろに見えますでしょうか。なぜ道後温泉に来たかというと、ここからすぐのところのクリニックに今日は伺う予定なんですね。船鹿クリニックです。船田先生です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、船田真一と申します。愛媛県松山市の道後で開業しております、歯科医師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は先生にクリニックの中を見せていただけるということなので、院内ツアーをお願いします。わかりました。ここがですね、受付となっております。どうぞ、ずっと見てください。こちら側が南側なので、昼間は日が差してとっても暖かいです。暖かい雰囲気を、私は目指しておりますので、カラーもちょっとこれオレンジとか黄色系統でちょっとまとめておりまして、そうですね。床の感じもちょっと黄色と白で統一されていて、暖かい雰囲気がしますよね。先生もとっても暖かい雰囲気で親しみやすいです。どうぞ診療室です。さあ、ちょっとここからですね、ちょっと上を見ていただきまして、で、天井、ここは私が一番ちょっとこだわった作りにしております。木で作っております。病院の天井って言ったら、先ほどの受付のようにね、白い天井というのが一般的なんですけれども、受付こちらですね。こういう感じですね。そうですね。こちらに来ると木です。木です。我々治療しているときですね、患者様は寝ております。寝ておるときに白い天井だとつまらないですよね。なので、寝るときもリラックスできる。で、それからあと、節をわざわざ見えるように作っておりますので、寝てるときでも節の数を数えて退屈しないように考えて、こういうふうに作っております。ちょっとした情報なんですけれども、この針、愛媛県産の杉を使っております。こちらの時計なんですけれども、私の祖父が子供の頃から使ってた時計です。これ見ていただけたら分かるんですけども、これがセイコーと名前を変える前のセイコー社の時計。これ未だに使ってます。壊れたりしないんですか？一回オーバーホール出しましたんで、そこからしっかり動いてくれてます。やっぱり昔のものなんでね、かなり作りが丈夫にできているので、ちょっとやそっとじゃ壊れません。しっかりちゃんと手入れをしてあげてることで、ずっと動きます。こちらから見てください。このように来ていただいて、で、こちらから座るというふうになっております。座っていただいて、さあ、こちら。緑が見えます。緑が見えますね。こちら側が西なんで、午後は日差しがあって、柔らかい雰囲気となって、とてもリラックスできるんではないかと思います。で、こちらがですね、クリーンアップ専用の部屋となっております。歯のクリーニングですね。そうですね。白を基調として、で、こちらがその方も。そうです。白をイメージしておりまして、ここで歯を白くしましょうということで白にしてますね。完全個室なんですね。そうですね。個室でも木の天井ということですよね。で、こちらは機材を洗ったり、消毒をしたりするコーナーです。ここで機材をきれいに保ってます。これがエクセン室です。これがデンタルと、あとパノラマ。で、このパノラマがお顔全体のレントゲン写真を撮る機械です。ここは技工室だそうです。技工室では何をするんですか、先生？今僕がですね、これちょっとやってるのがスポーツをするときに使うマウスピース。睡眠時無呼吸症候群についてちょっと話しさせていただきます。で、睡眠時無呼吸症候群っていうのは、寝てる間にこのようにですね、ベロが重力に引っ張られて下に降ります。で、降りると、ここに空気の通り道、気道っていうのがありまして、気道をベロの奥のところが塞ぐことで、呼吸ができにくくなると。っていうものが、この睡眠時無呼吸症候群というものです。睡眠時無呼吸症候群を治療するために、私たちはマウスピースというものを使って治療を行っています。こちら、このモノブロックタイプ、この一つのタイプなんですけども、これはもう簡単に言うと、スポーツの時にするマウスピース、これが上と下でくっつけてあると。こういうものをモノブロックタイプと呼ばれます。このモノブロックタイプともう一つ、こちらにですね、ソムの伝統。これが、つぶつがですね、こういうものになります。このモノブロックタイプはこういうふうに上と下とがくっついてあるタイプなんですが、これは上下が離れる。で、ここにこういうふうに角が出ることで、
下顎が落ちることを防ぐっていうふうな構造になっております。このモノブロックタイプ、1つのタイプと、こういうふうに2つに分かれているタイプ。一体何が違うかというと、ここ見て分かるように、これは上下が分かれております。1つのタイプ、これをまず選択された方が、ほぼほぼおっしゃられるのが、口が固定されるので苦しい。時々寝てる時に口が完全に塞がれているので、首を絞められるようなイメージがあるとおっしゃられることが結構多いです。それを改良するために、2つに分かれたタイプ。これを作っております。2つに分かれることで、口がある程度自由に開くことができるので、首が絞められるような苦しさからこれが解放されるというふうになります。先生、そちらのソムノデントは保険は効かないんですか？はい、そうなんです。そこがもうちょっとね、ちょっと一つのデメリット。モノブロックタイプのメリットとしては、保険が効くタイプなので、こちらのこのソムノデントに対して安く上がるっていうのが唯一の利点ではあるんですけれども、苦しいとかっていうのがあるので、やっぱりそういったところがやっぱりデメリットかと思います。でそちらの保険の効くタイプのモノブロックタイプのものなんですけれども、じゃあ私、いびきかくから先生のところに行って作ってくださいって言って普通に作ってもらえるものなんですか？保険の取り決めっていうのがありまして、保険内でこういったモノブロックタイプを作ろうとすると、内科とか耳鼻科とかそういったところで睡眠の検査をしなければいけないです。その睡眠の検査をして、あなたは睡眠時無呼吸症候群ですっていう診断が下れば、我々はこれを保険内で作ることが可能です。その睡眠の検査っていうのは具体的にはどういうことをするんですか？まず寝てる時に装置をつけたりします。でつけて1時間の間に何回呼吸が止まるか、どのぐらい呼吸が低くなるかっていうのを検査していって、睡眠時無呼吸症候群っていうのを診断します。ソムの伝統を作って睡眠時無呼吸症候群っていうのを完全に治るっていうよりも緩和すると、気持ちがどんどんいい方に向いていくっていうふうなことを目指しています。このソムの伝統、これをですね入れた方にいろいろ聞いていったんですけれども、まず今までにモノブロックタイプマウスピースを入れられたり、睡眠時無呼吸症候群というのを診断されて CPAP、鼻から空気を送り込んでいって呼吸を楽にすると、そういう治療をされている方っていうのが大体普通なんですけれども、モノブロックタイプですと先ほど言ったように苦しかったりとか、ね、今の時期ですと花粉症があって鼻が詰まって口でしか呼吸ができないっていう方は、どうしてもこの口を塞がれるとかなり苦しくて、首を絞められたような夢を見ると、そうですね、っていう風なのがあったり、CPAP だと鼻から思いっきり圧をかけた空気を送られているので、しんどいです。しんどいので、やっぱり最初寝つきが悪いと言われる方があります。いびきが気になるっていう風な患者さんもいらっしゃるんですけれども、例えば電車を運転される方とかトラックを運転される方で、運転している時に途中で眠気が襲ってしまう。眠気が襲ってくると、自分その他にも人を巻き込んでしまうような事故っていうのが起こってしまう可能性っていうのがあるんで、どうしてもその睡眠時無呼吸症候群っていうのを治療をしていかなければいけない、やらげることが絶対急務であるというふうな患者さんがいらっしゃいますんで、そういう患者さんに苦しいことを強いていってこれで寝ろっていうのはさすがにちょっとね辛いことだと思います。それだったら私が今まで見てきた中で、このソムの伝統ですね、ソムの伝統を入れることで、口が開くことができる、首を絞められるような苦しさがない、今までCPAP をされてた方っていうのも、これをやることでこの空気をガッと強い力で送られることがなく、ここで睡眠が楽にできると言われる方が結構いらっしゃいます。眠りですよね、安らかに眠ることが今までできなかった方がこれを入れることで楽に眠れるということがよく聞かれるようになりましたので、これはおすすめではないかと思います。まず第1回目にお口の中の型取りですね、こういうものを作るためにはお口の型取りが必要になってくるんですけれども、この歯の形、これを取ります。マウスピースを入れる場合、顎の位置っていうのを決めなければいけないので、この顎を若干前に出す状態っていうのをこれを作っていかなければいけません。型取りと同時に顎のこの位置決め、どの位置にしていくといびきなり睡眠時無呼吸症候群が改善するかっていうのをこれを決めていきます。でこれが第1日目です。まず歯の型を取るトレーのサイズを合わせていきます。トレーのサイズが決まったら型を取る材料を練ります。
まずは上の歯の型を取ります。実際に型を取るのは歯だけではなくて、歯茎や周りの組織、ほっぺた側の粘膜などの形態も記録していきます。少し時間を置いて型を取る材料が固まったら外します。今度は同じように下の歯の型を取ります。型取りが苦手という方も多いと思うんですけれども、このように垂れない程度の硬さに型取りの材料を練ってもらうと、そんなに苦しくなく型が取れます。下の歯の型取りはベロがあるので少し難しいです。またほっぺたを同じように動かしながら歯茎の型も一緒に取っていきます。あと型取りの時に苦しくならないコツなんですけれども、口ではなくてお鼻だけでゆっくり呼吸するようにすると苦しくなりません。今度は先ほど先生がお話ししていましたけれども、下顎をどれくらい前に出した状態でマウスピースを作るかを計測します。前に出して、Go forward, Go back, once more, Go back。下顎の位置が決まったら、今度はこの状態で噛み合わせの型を取ります。で、第2日目、前回型取りしたものからこういった装置を作っていきます。で、これが出来上がったもので、これを入れていきまして、ちゃんとこれが機能できるかどうか、これを確認してセットっていう風になっていきます。まずこの青いストラップを上のマウスピースに取り付けます。上のマウスピースの前歯の部分に溝がついているので、そこにストラップの白い部分をスライドさせて入れます。次にストラップの端にある穴を下のマウスピースのボタンにこのようにはめます。この状態になったら上下のマウスピースをお口の中に入れて、まず下のマウスピースだけこのようにはめていきます。そしたらゆっくりとお口を閉じていき、上のマウスピースは噛み込むようにしてはめます。外すときはマウスピースと歯の間に爪を引っ掛けて、このように下から外して次に上を外します。ストラップを外す際は白い部分を溝に持ってきてから外すようにしてください。1回目に型を取って2回目に出来上がるまでの期間はどのくらいかかるんでしょうか？これを制作するまでの大体日数なんですけれども、3週間ほどいただいております。あとコストのお話なんですけれども、総務の点と消費税込みで14万でやらさせていただいております。2回分の治療全部込みですね。そうです。全部込みで14万です。はい。今こういうバンドのタイプね、こういうちっちゃいタイプもあるんですけれども、これも同じ値段14万でやっております。先生、はい、もしソムノデントを患者さんが作られたとしたら、何か特典はありますか？そうですね。じゃあこの動画を見てくれた方だけの特典として、余計な化学物質が入っていない歯磨き粉、これをですねそっとプレゼントいたしましょう。この薬用ブレスクラブ、一般に売られている歯磨き粉に含まれている化学物質、ラウリル硫酸ナトリウムだとか発がん物質が疑われているような化学物質が一切含まれておりません。マヌーカハニーだとかハーブ、天然のハーブとかを使用した歯磨き粉ですので、そういった発がん物質っていうのが、そういった心配が全くありません。そういったものを使って何か効果があるのって言われたら、ここに書いてあります。歯周炎の予防、歯肉炎の予防、口臭の予防、これ僕毎日使ってます。僕もある程度の年を取ってるんで、年を取っていくと口臭とかお口の中のトラブルというのが心配になるんですけれども、これを使っていくことで本当にそういった口臭っていうのが自分ではあまり気にならなくなりました。これは僕のおすすめです。
特にソムノデント使ってる方なんかだとやっぱり歯の手入れって大事になってきますよね。そうですね。こういったマウスピースをするので、どうしてもこれ夜寝てる間にこのマウスピースとこの歯の間にばい菌が溜まってしまうんですね。ばい菌が溜まるとどうしてもこう歯周病だとか口臭、これが気になっていきますので、スクラブ、これを使うことで口臭だとか歯周病、悩みがかなり減ると思います。だからこれはおすすめです。今回ソムノデントを注文してくださった私の視聴者さんに先生からプレゼントをしていただけるということですね。キーワードは皆さん、船田先生のクリニックに伺った時にキャロル院長の動画を見たで特典もらえますのでよろしくお願いします。じゃあ船田先生、最後にソムノデントを作ろうと思っている方に向けて一言お願いします。このソムノデント、これを入れていただくことでよく眠れるというふうな声をよく聞きます。今までのこの苦しみがはっきりと分かるというふうになってるんで、それが全然眠りの質が違うということで、来られる患者さんの表情がかなり明るいものになってきているというのが、これをやることで僕が一番びっくりしていることかなと思います。これをやられた方自身もそうだし、一緒に寝てるパートナーもいびきがとってもちっちゃくなったりとか少なくなったりすることで、眠りの質っていうのもこれもかなり改善したということで、みんなのこの表情というのが非常に明るくなったというのが僕が一番嬉しいことかな。だからこういう作ってくれて報酬を受けるんですけども、この僕の一番の報酬っていうのは皆さんの笑顔、これが一番の僕の報酬だと思っています。月曜日から土曜日まで、休みなくやっております。月、火、木、金、これは朝の9時からお昼は12時まで、午後の診療は2時から7時までやっております。水曜日は朝の9時から1時まで、で午後は9時まで、土曜日は朝の9時から夕方の4時までやっております。日曜日、それから祭日、これはお休みですので休ませてください。先生、予約はどのようにして取ったらいいですか？お電話で予約、それからホームページから予約のフォームがありますので、そちらで予約の方を受け付けております。お電話をいただければこれ受け付けます。その際にですね、ソムノデント希望というふうに一言言っていただければ私も対応しますのでよろしくお願いいたします。船歯科クリニックのホームページや連絡先などの詳細は下の概要欄に貼っておきますね。予約の際にキーワードを伝えることも忘れないようにしてください。いかがだったでしょうか？今日は愛媛県松山市の道後温泉の近くにある船歯科クリニックに伺い、ソムノデントによる治療を紹介していただきました。今、いびきに悩んでいる方や CPAP をしたけど続かなかったよという方は、船歯科クリニックの船田先生にぜひ相談してみてください。きっと親身になって相談に乗ってくれますよ。あなたがいびきを解消して深い睡眠を得ることができたら私も嬉しいです。チャンネルでは動画へのリクエストや動画の内容に関する質問を募集しています。今後も今回みたいな紹介動画を作っていこうと思いますので、こんな医院を紹介してほしいというリクエストがあったらコメントで教えてくださいね。高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon!